実際私はひなさんのインスタと YouTube、今 YouTube チャンネルをやってますね。で、読みまして、実際はモデルの仕事は香港だけじゃなくて、海外もやってたんですね。どこで？去年、ヨーロッパのファッションウィークに行ってきて、フランスとイギリス、ドイツを回って、フランスのファッションウィークで何本かショーを歩いてから帰ってきじゃあなんで香港ですかね？もともとなんか日本をメインにモデルのお仕事はやってて、でも海外でも活躍したいなみたいなのは思ってて、で、その去年ちょうどヨーロッパのファッションウィークに参加した時に、ヨーロッパよりもアジアの方が受けるよっていろんな人に言われて、あんまりこうヨーロッパ受けする感じじゃないのと、ちょっとヨーロッパだと身長が足りないっていうのもあって、結構ひなさん背が高いと思います。そう、割と日本とかアジアだと高い方なんですけど、やっぱりヨーロッパだとちょっとスモールモデルって言われちゃって、はい。で、まあ、広告系のお仕事メインでやっていこうかなと思った時に、アジアのどこかの国に挑戦してみようと思って、で、なんか香港で活躍してる日本人のモデルの友達も何人かいたので、ちょっと香港の事務所に履歴書を送って、一番最初にすぐ今の事務所が来週来れますかみたいな感じで返事くれたので、もうすぐに契約してきたっていう感じです。なんか香港スタイルね。履歴書送ってすぐ今1週間後はすぐ返事来るって。そう、すごい早い。ひなさんは顔見たら、なんかまあ普通香港広東語だって西門はどうで節約した方がいい？おとなしい。調整してみたい気持ち持ってる。全然おとなしくないです。行動力半端ないじゃないですか。イギリス行ったり、もうずっとイギリス行って、ドイツ行って、フランス行ってっていう感じですか？そうです。もう連続で、期間がそんなに長くはなく？長くないです。全部で2週間ぐらいしかなくて。すごい。3日行って3日行って1週間。すごい。やっぱり私、周りの日本人、例えば職場の日本人は、あんまり海外行かないです。そうですね。そんなに強いパスポート持ってるのに。確かに。でも確かに、それ知らない人も多いかもしれないです。あんまりそのパスポート、こんなにビザなしで行ける国ないよっていうのを、そもそも知らない人が多いかもしれない。本当にひなさんはすごい勇気持ってる。あと、挑戦してみたい。その気持ち、すごいと思います。ありがとうございます。はい。なんか誕生日最近なんですか？誕生日いつですか？3月の23日。もう数日前です。はい。結構なんか祝ってもらったんですか？そうですね。香港人のご家族ですごいお世話になってる方がいて、その方がディナーを予約してくれて、で、日本人の友達も呼んでいいよって言ってくれたので、一人日本人のモデルの友達と一緒にご飯ごちそうになって、なんかケーキも用意してくださって、楽しいクリスマスじゃないや、誕生日を過ごしました。はい。まあ、実際私たちもプレゼント準備しました。はい。はい。Q&A のセッション見まして、ひなさんいつも白い T シャツ。だから今日私、ラーマとレンマアイランド行きまして、そこ有名な T シャツ屋さんで白い T シャツ買いました。すいません、ちょっと箱ボロボロなんだけど、はい、ぜひぜひ。これはすごい、レンマアイランド有名なブランドで、細いから S かな。ぜひ。ちょっと開けてみます。ありがとうございます。すいません、びっくり。わー。すごい香港。すごいめっちゃ香港っぽい。ブランドで、というブランドで、多分、これいいかなって、はい。ぜひ、香港で。はい。はい。これ、香港。そう、香港っぽい。香港っぽいですね、めっちゃ。嬉しい。はい。ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。次、自分で YouTube 撮るときこれ着て撮ります。嬉しい。やった。はい、嬉しい。ありがとうございます。はい。よかったですね。わー、すごい。はい。一旦回収。一旦回収。一旦そっちを置きます。私はモデルの仕事あまり分かってないけど、だいたい私イメージ素人ね、だいたい写真撮るか、毛をしょってること。じゃあひなさんは両方もやってますか？そうですね。一応両方やってるんですけど、メインは広告のお仕事で。じゃあ写真のそうですね。写真とか。でも毛をも見たいですよ。そう、ケットウォークも一応やってます。なんか調べられるんですか？今までやった仕事とかは。
クライアントさんの意向で公開できないものとかもあったりするので、全部が載せられるわけじゃないんですけど、一応載せてもいいよって許可もらったやつは、私のインスタグラムのアカウントとかでちょこちょこアップしたりしてます。じゃあ今、香港のモデルの仕事結構いっぱいですか？楽しいですか？そうですね。でもなんか、大きい仕事はなかなか本当に外国人モデルがすごい多くて、結構獲得するのが難しくて、こういう SNS 通した案件みたいなのはたくさんもらってるので、はい。今ようやくいろいろやり始めたっていう感じです。イエーイ。多分外出たら、あれ、ヒナさんじゃないですか？その可能性あるね。そうなれば嬉しいなと思って頑張ってます。すごい、すごい。咁各位觀眾記住支持下ひなさん、ひなさん。まあ応援してください。もし見たら写真撮って、ひなさんに送って。送ってください。もし街で見かけたらどうやって呼べばいいんですか？あ、ひなって言ってもらえれば多分気づくので。はい。皆さんももし見かけたらもう挨拶。ひな。ひな。趣味とかは何ですか？なんか私の場合趣味と特技がぐちゃぐちゃというか一緒になっちゃうかもしれないんですけど、ちっちゃい時にその徳島で阿波踊りっていうなんか伝統芸能みたいなのがあって、それをずっとちっちゃい時からやってたので、まあ阿波踊りが踊れるのと、なんだっけ？なんかこうこういう感じのなんかこう伝統舞踊みたいなのがあって、それとライブみたいです。夏にちゃんとそういうフェスティバルがあって、はい、行きたいです。そこで街を練り歩くみたいな。そうです。桟敷って言ってちゃんとその阿波踊り専用の道路を封鎖してちゃんとステージ作ってそこで踊るみたいなイベントがあったりして、毎年なんか夏あたりやる。ぜひ皆さん。はい、徳島に行って見てみてください。すごい。特技、ちょっと行ってみたい。特技何ですかって。阿波踊り。かっこいい。かっこいい。阿波踊りなんだけど。私の特技は寝ることです。はい。ちっちゃい時からなんかやってました？そうですね。小学2年生からやってるので、結構長い。9歳か10歳ぐらいから始めて、もうずっと大学生の時までやってたので、十何年やってます。すごい。じゃあ実際そういうお祭り出たことありますか？出たことあります。遠征とかでこう九州に行って九州の舞台で踊ったりとか、東京とかでも一応高円寺、高円寺とかもみんな遠征で徳島から飛行機乗ってきて、私大学生の時東京の大学だったので現地集合で行って一緒にパフォーマンスして帰るみたいなのをやってました。徳島代表じゃないですか。すごい代表。はい。小学生の頃夢だったこととか将来何になりたいなんか作文あるんじゃないですか。はい。なんで答えました？書きました？小学生の時の夢は美容師さん。髪の毛を切る人になりたくて、3歳ぐらいの時からずっと美容師になりたくて、誕生日プレゼントでこう首人形みたいなのあるじゃないですか。はい。あれ美容室で買ってもらって家でこう髪の毛結んだりとか、そう3歳の時に本当は3歳で、美容師さんしか買えないやつらしいんですけど、お母さんがお願いしてくれて、わざわざ美容室から買い取ってそれでこう髪の毛を結んだりとかしてました。今そのイレインさんのはできますか？これめっちゃ可愛いと思って。これは日本人のインスタよく見て真似しました。ね。でもできないかもしれない。雑。はい。じゃあ実際なろうと思ったんですか？それも途中もっとやりたいことがあるから変わったんですか？そうですね。中学生ぐらいまではやりたかったんですけど、高校生ぐらいからこうやりたいことが変わってきて、なんか観光系の観光系お仕事したいなみたいな思ったりとか、こういう今やってるような芸能の仕事やりたいなとか、いろいろ他にやりたいことがたくさんできて、なんか美容師の夢は気づいたら消えてました。じゃあモデルさんは？モデルは中学生ぐらいの時の本当に自分がすごいファッションとか好きだったので、子供の憧れみたいなのがそのぐらいから生まれて、その程度です。なんか田舎に住んでたので芸能事務所とかももちろんないし、結構頑張って勉強とかもしてたので、すぐに芸能の道に進むとかいう考えはなかったんですけど、ずっと頭の片隅でそういう仕事やれたらいいなみたいな将来ずっとありました。大学って東京
ですよね。はい早稲田大学ですよね。はい。早稲田大学、そうそう、すごい。受けたんですけど、もう速攻落とされました。受けたんですか？1回目の面接で落とされました。あ、そうなんですね。早稲田と慶應義塾も受あけたんですけども、はい。全然ダメでした。ー、で、別の国立大学に入ったんですけど。そうなんですはいね。じゃあ東京に行った時、原宿に行ってずっと往復したりはしなかったんですか？竹下通り。なんかスカウトされる。そう、スカウト待ち。一緒の方を初めて聞きまあ、す。本当ですか？はい結構有名ですよね。竹そうそうそう下通りでよくスカウトされるみたいな。いやでも私田舎者なので、こう渋谷とかそういう原宿みたいな人がたくさんいるところがすごい苦手で、だからあんま行かなかったです。あそう、人が多いところは結構避けておとなしく過ごしてました。実際モデルさんの仕事をやってると思うんですけれども、これどういうふうに入ったっていうか、そういう経緯はどういう経緯ですか？大学生の時に一回だけ挑戦してみようと思って、すごい大手の事務所3社だけ履歴書を送ったことがあって、はい。これでダメだったらもう普通に就職活動をしようと思って一回送って、で一つだけ最終面接まで行ったんですけど、最後落ちちゃって、なんか日本ってこう新卒の年齢というか時期がちゃんと決まってるので、もうその時期が来ちゃったから、じゃあ普通に就職活動しようって思って観光系のお仕事ができる会社を探してたんですけど、私が卒業した年一番コロナが流行ってた時期で、採用活動が全部中止になってしまって、その自分がエントリーしてた会社がほとんどなくなっちゃって、でも就職はしないといけないからっていうので、あんまりその観光と全然関係ない会社に一回入社して、でそこで1年半ぐらいがっつり働いて、その後に退職して自分でもう一回やりたいことやってみようと思って一からスタートしたって感じ一個聞です。きたいんですけど、はいそういう日本で3社はい。受けたんですけども、芸能事務所の審査みたいなのがどういう内容だったんですか？あ、本当に最初は履歴書、この上半身の写真とその全身の体型の写真に、あとはなんかこう身長とか体重とか3サイズとか書いて、あとは特技とか出身学校とか書いて履歴書を送って、で基本的にもうそれで帰ってこなかったら終わりなんですけど、帰ってきたら面接来てくださいって言われて、まあ軽くその場でスマホで全身の写真と顔写真みたいなの撮られて、会長面接みたいなのがあって、多分その組織のボスがいるところに入っていって、一周くるってしてって言われて、こう一周目の前で一周くるっとして、はいちょっとだけ喋って、はい、じゃあ OK ですみたいな、結果は後日あみたいな感じで。なんか練習しました。こういうモデルっぽい動きとかいや、全然もうなんか受かるときは受かるし、落ちるときは落ちるだろうなと思ったので、もうありのままで。くるって回ってって結構なんか、そうですなんね。かやりづらくないですか？めちゃめちゃ気まずくて、すごい男ですか？男の会長2人がいて、すごい大きい部屋にこうポツンと1人で立って、2人の前でこうくるって一周してちょっと喋ってみたいな。その時はダメだったんですけども、で、その後は、その会社辞めて、その後どうやってモデルさんになったんですか？会社辞めて、私その芸能界の知り合いとか全然いなかったので、こうあんまり詳しくなかったというか、どの事務所がいいとかも全く分からなくて、年齢的に結構日本の芸能界って若くないとなかなか受からなかったりするので、私の年齢で受けられるところがほぼ1個ぐらいしかなかったので、とりあえずそこに送ったら受かって、一旦そこに入って、とりあえずこうスタートさせたんですけど、その後は会社の方針とか仕事のこととかがいろいろ分かってきて、で何個かこう他の事務所に入ってみたりとか、いろんな経験を経た上で最終こうフリーランスでやっていこうっていう結論にたどり着いて、日本では今もそうなんですけど、いろんなモデル事務所とか芸能事務所の方とエージェント系業務提携して、でフリーランスとして活動してるみたいな感じです。まあ今やってる、まあ香港の3ヶ月は、まあとりあえず、まあこの3ヶ月も頑張るしかないと思うんですけども、これからはどうやってやっていくんですか？これからは、まあ一回香港での活動が終わったら日本に戻るんですけど、その後もいろんな国で働きたいなと思ってるので、いろんな国の事務所を受けるのか、自分の SNS をもっと伸ばして個人で仕事を取っていけるようにするのか、こうどっちかの道で行きたいなと思ってて、いろんな国を転々としながら仕事していけたらいいなと思ってる段階です。
どうすればうまくいくんですか？やっぱり多分一番早いのはでも自分の SNS を伸ばして自分自身に直接オファーが来るような状態にまで持っていくのが、一番いいのかなって今は思ってます。あ、そのインスタのフォロワーさんがいっぱい増えたりとか、うん、あと YouTube のそうですね。結構多分可能性あるんじゃないですか、結構。香港だったら可能性があると思いますよ。はい、香港に来てからすごい SNS の伸びが良くて、良かったですね。そう、だから良かったなと思って、そう頑張りたいなと思ってます。本当に、今、ひなさんの、子供からちっちゃいから有名今まで聞いたら、全部、夢は全部ビューティーに関係あるじゃないですか。美容師は髪きれいになるとか、今モデルさんも綺麗な女性。で、あと聞いたら、本当に行動力高い。仕事辞めた時はまたコロナ流行ってた時期じゃないですか。そうですね。だいたいみんなやっぱり不安じゃん。仕事辞めたらどうしようって。でも、ひなさんはモデルやりたい。その気持ち強くて、一回辞めて、多分面接いろいろ準備して、すごいと思います。やっぱり普通、素人だけど、モデルさん綺麗とか、それだけ。でも、今の話聞いたら、多分、本当に行動力と決心も大事だと思います。だから、すごいと思います。ありがとうございます。はい。そんなに私より若いのに、なんか、偉そう話になっちゃうかもしれないけど、本当に聞いたら、そんなに若い子も、決心持って自分の夢、頑張って、ちょっと感動しました。頑張ってください。はい、私も頑張らなければならないと思って、おばあさんも頑張らなければならない。お姉さんね。お姉さんお姉さんです。私も言っても頑張りますって。本当、これ本音です。嬉しいです。でもなんか死ぬまでにやりたいこと全部やってから死ぬっていう人生の目標があって、だからちょっと泣きたかった。泣きたい。なんか絶対成功する。はい、じゃあ、はい。本当に自分も海外で生活してたからさ、やっぱり海外で生活すると大変なこと絶対あるから。そのね、頑張ってるから応援したいです。はい。嬉しい。本当。ありがとうございます。頑張ってください。絶対成功する。もう本当感動しました。どうぞ。次。いやー、嬉しい。本当ですよ。いやー、嬉しいです。はい。多分みんなは簡単に、モデルは綺麗になったら OK じゃん。大体。でも多分モデルさんは絶対色技術やらない。ポーズとか自分の体型の管理とか、これ全部登録じゃないですか。だから、すごい。みんなモデルの人全然稼げてないです。あと、安定な仕事辞めて、そこの決心は本当にすごい。嬉しい。最近そういう話題にもなったと思うんですけども、仕事を急に辞めて、で、自分で一人でやっていくっていうのが、最近話題になったんで、結構多分みんな興味あると思うんですけど、いきなり香港の仕事を辞めて日本に行って、挑戦するとか、そういう人もいたり。今、ひなさんが逆パターンで。そうですね。本当にすごい。1ヶ月半はずっと香港なんですね。日本に戻ってないですよね。そうですね。一回も戻ってなくて、一応日本の仕事は全部ストップしてからこっちに来たっていう感じです。ホームシックとかってあります？いや、あまりない。ホームシックないかもしれないです。なんかそんなに疎外感を感じない。なんか結構日本人に優しくしてくれる人が多いので、あんまなんか寂しいみたいなのは思わないのと、あと日本のチェーン店とかもめちゃくちゃいっぱいあるので、日本食恋しくなったら別に食べれるから、わざわざ帰らなくても、ここでも食べれるっていう。恋しい和食、日本食ってあります？あんまりない。あまりない。でも、なんか家庭料理みたいな、のはちょっと恋しいです。日本の家庭料理。お母さんの料理の。みたいな。徳島出身なんですけども、ご飯ってどういうご飯が出るんですか？家で。家だと結構徳島海に近いので、海鮮とか安くて、結構魚の料理とかめっちゃ出たりとか。煮魚とか焼き魚とか。そうですね。もう丸ごと一匹。でもあんまり料理はできます？料理は割と
あ、でも魚は難しいんですよね。あ、さすがに魚さばいたりはできないです。もう切ってあるやつをスーパーで買ってきて。ああ、なるほど、なるほど。はいひなさんは普段なんか日本の曲は聴いたりしますか？日本の曲聴きます。どういう聴いてるんですか？なんかあんまりこの特定のアーティストだけ聴くっていうよりは割といろいろ聴くタイプなんですけど、YOASOBI とか、優里さんゆりさん。はい。とか、YOASOBIって最近なんか香港でライブしたんでしたっけ？聞きました。結構そチケット難しいですね。難しいあ争奪戦。ねはい。YOASOBI 結構人気で、うん優里、あとはなんだっけ好きな。私、藤風。あ、藤井風。タイプです。あ、タイプです。そうなんですはいね。そう、この前も来ました、ライブ。はいすごい。そう結構人気ですよね、藤井風さん。他はなんかあります？聴いて他曲とか。なんだろうな。私、最近というよりはちょっと、この学生時代に好きだった。小学生、中学生ぐらいの時にすごい好きだったのは、大塚愛さんっていう、ああ、はい。結構ドラマの主題歌とか、昔の曲がすごい好きで、今でもちょっとなんか懐かしい夏メロみたいな感じで結構聴いたりします。そう。大塚愛さんの時はJ-POP が結構世界中ではアジア中結構人気だったんですね。そうなんですね。まあ私は愛子派。私、愛子大好きです。本当ですか？はい。そう、アルバム全部、全部持ってるんですか？Apple Music に入ってます。愛子好きな人も結構いると思います。そうなんだ。大塚も最近ちょっとなんか活動したりしたと思うんですけど。そうですね。最近なんか、活動再開。そう。で、またこれからも、今半分なんですけども、はいまだ半分あるんですよね。多分いろいろ発信していくと思うので、はい。ぜひ皆さんも見てみてください。はい。おはい願い。します。今日はありがとうございます。ありがとうございましたありがとうございました。はい。皆さん、じゃあ、バイバイ。バイバーイ。